今日は大横澤の今日は朝のジェル関と TikTok やったので本当に嬉しく思いますし光栄です。どうもはじめまして、横綱の朝青龍です。横綱白鵬が来ていただいて、こういうのを思っています。3つの質問をしたいなと思っています。まずは長年の、高校生から始まったのもそうですけど、横綱時代も長かったですし、この相撲をやめたいなと思った瞬間ってありますか？相撲をやめたいってこと？そうですね。思ったことはあるか？幕下ではないんですけど、3段目かな時にちょっとさ、俺が結構上がりで、やっぱちゃんこ番とかで、その時代の時に、まずはちょっと食べたわけよ。本当にもう風呂上がりが一番最後だし、その時に、先輩、姉弟子って言うんですけれども、ご飯中にさ、めちゃくちゃ精神的にこと言われて、ゴミみたいな扱いされて、もうだいぶ我慢したけども、その時にも限界だっていうか、なんか、自分で殴ってたの、パシンとね。しょうがない、一回は受けると、もう何も言わずに、その瞬間にもう一回やられるから、そこからボロクソ言われた時に、食ってる今ね、茶碗、申し訳ないんだけど、こういうこと言っちゃいけないんだけど、お米顔にぶん投げたことあるんですよ、その姉弟子にね。大変失礼なことしたと思うんですけど、その時にもう本当相撲やりたいなと思いましたね。まだその時は関取ではないんですよね。全然だよ、その白鵬関はどうでした？そうだね、62キロで入門して、規制稽古に耐えたんですけど、序二期デビュー場所で負け越したんですよ。3勝4敗なんですよ。3-3で負けたんですよ。そうなの、すごいね。その時本当に私はこの世界でやっていけるのかなっていうこの不信感とかショックとかがありましたね。でかいよそれは。序の口で3勝4敗って大横綱で2007年に横綱が名横綱がねなったじゃないですか。その時に記者会見で、この話するのがすごい恥ずかしくて、69代横綱、68代横綱、この横綱たちがデビュー場所を巻き越して私しかいないのかなと恥ずかしいじゃないですか。すごい。それでも2人いたんですよ。あと本当に初代若丸そうなので、宮城の部屋を作ったのは吉羽山。吉羽山ですね。今まで初だけは巻き越しってこと？横綱75人いるんですけど、初だけは巻き越して横綱3人しかいない。その一人です。すごいですね。こういう気持ちになったことあります。なるほど。じゃあ、その量は全然違うね。違う。でもね、でも結果はどうだったことをやっぱ見せたんだよね。素晴らしかったよ。本当に最後まで頑張って45回優勝してね。すごいんですよね。でもやっぱり努力してるのはすごく認めるんですよね。すごく頑張ってるし、あの時は結果した時に。2つ目質問いいですか？はい、じゃあ2つ目でいこう。日本来て遊び行きたいならここ行きたいっていう。朝青龍と白鵬さんが一緒に行ったら遊びたいところどこですかってじゃないの？いや別なの？別々。別々。なるほど。なるほど。一緒で嫌なの？それもいいですよ。2人で行ったら思い出ですよ。行きたいでしょ。そうだね。もうたくさんあるからね。一人で行くの面白くね。もうその誰かと行ったって思う。家内と一緒に来た場所はいいかなと思って、おぎちゃんと一緒に来てよ。僕は妻いますんで、妻と一緒に行きたい場所は京都です。京都。すごく思い出残したんで、いろんな種類、そのビジョンね、歴史、人ってこういうものを作るんだなって。そのまま残してるんで、もう世界遺産とかそういうものを文化ということで全てのもの好きなんで、そういうことに対してやっぱ見るものがあったらやっぱ楽しいじゃん。なんかチャラチャラ疲れるじゃん。そうじゃなくて自然と入れた当時の機械がない自分の力でって物石とか運んできてるその当時の方々のっていうもうその大切さ、その街づくりさっていう、でも今まで守ってる京都って最高の街と思います。大好きだ。ありがとうございます。私の場合はそうですね、2008年に巡業最終日だったんですよ。ちょうど山梨県で終わって、富士山に行ったんですよ。富士山の車で5合まで行くじゃないですか。でそこから登山の人たちが歩いて登っていくと思うんですけど、その富士山の5合のところにちっちゃなお寺があるんですよ。そのお寺に本当このテルの半分ぐらいの天狗の斧っていうのがあるんですよ。天狗の斧ってどういうこと？
そこにいたじゃん。おのなんですよ。あ、のそうなんですよ。昔、北天佑って大関なんです。はい、いましたね。はい。ひっくり返したことある。これ持ってひっくり返した。形が分かったね、本当に。はい。一応前に男って言われるんですよ。ひっくり返した。でも朝じゃないですか。もう寝起きにすぐですから。持ったら動かないんですよね、やっぱり。370キロあります。すごいね。で、それで見てたら、こうやったら人が集まっちゃったんですよ。でやらなくていかない。そうじゃん。で、笑顔もないしね。あげたんですけど、気づいたらひっくり返したんですよ。おお、そう。で、それがすごく今思って、それで餃子が京都にありまして、私も富士山っていう話がちょっと今、頭に浮かびました。ありがとうございます。どうも。最後の質問です。はい。両横綱の対戦は25回ありました。その中で思い出に残った取り組みを一つ挙げてもらえればと思います。箱と朝青龍そうです。後ろです。あれ、大崎いいですかね。じゃあどうぞ大崎私の場合はそうですね、初金年ですね。九州ね。九州です。2004年の11月場所ですね。その前の場所で実は負けてました。初対戦で。2回目対戦で金星を挙げることができたんですけど、でそこで初めて、しかも19歳で、横綱さん倒したっていうのが高田までいないっていう。記録好きな男だ本当に記録好きだよで、その子でちょうど10勝1敗で並んだんですよね。で、その時にもしかしたら初優勝したら酒が飲むじゃないですか。まあ記録好きだよねもしかしたら優勝したら酒漬け作るんじゃないか。ここがコーラじゃないかと思ってまだ10代だったんですよ。ダメなんだよね。で、そこで勝った時にすごく昨日の目を覚えてまして、実はこの11月で横綱倒した時の北京上海の準備ありましたね。ありましたね。はい。稽古場ではもちろん勝てなかったんですけど、北京上海で朝青龍が横綱が初日優勝して、で2日目新入幕白鵬が優勝したんですよ。で総合優勝決定戦だったんですよ。で人まで横綱倒したのが上海だったんですよ。嫌なところ倒されたねそこまでやってたの6月に人まで横綱倒すことができるんだって自信持ったんですよ。ある意味ね。でそこで半年かけて、もちろん稽古につけてもらったんですけど、っていうのがすごく私に。じゃあ私の場合はね、一旦ね、すりがあったなちょっとね、そこ来ますがそれがあっちゃって、あの時に僕あれわざとじゃないんだよね、あれわざとじゃなかったから、逆になんかわざとらしいっていう動きね、されたからちょっとショックが出ちゃってね、まあ軍配が落ちだったけども、それがね、なぜかああいう深いっていうことになったのかなというとね、前九州の時となんか昔なんかぐちゃぐちゃあって、つまんないことだけどね、でそういうことがあって、やっぱりそういう大悟のね、歌われるのもね、横綱として、私の方が悪かったっていうようなことを言うんだけども、結局私が悪者だったんですよね。でだからそれが先に経験してるから俺ブレイクしてるわけよ。絶対これは越しちゃいかないっていうことで、その時にあの時俺本当に男らしい我慢した、あれがねちょっとすごく印象に残ったね。初めて横綱としてもうだいぶ力をつけてきて分かってるんだから、もうやっぱその勢いよくいったら前先に滑っちゃったわけよ。自分の体勢がなると自分のね型を作れないといけないし、おそらくね投げもあるし腰も柔らかいしやりづらいところがあるんだけども、まずは自分のね掴むところもがっちり大きな大きなでいいからこのぐらいのやって根性見せてやらないといいよとかいろいろ作戦あるんだよね、横綱はい、ありがとうございます。ありがとうございました。